韓国の海兵隊が敵地を通過する際には、子豚に乳を飲ませるようなことはせず、息の根も残さないという評判だったそうです。1968年2月12日、韓国海兵隊がベトナム中部のフォンニー村とフォンニャット村を通過した後、アメリカ軍が同じ場所を訪れた際に、いくつもの死体を発見しました。当時22歳だった韓国の元海兵隊員リュウ・ジンソンは、写真を見ながら、この老人は手を挙げて隠れ穴から出てきた。彼は命乞いをしていましたと語り、軍曹は怒りのあまり悪態をついて銃を撃ちまくったと付け加えました。ベトナム戦争の悲劇は2021年8月にアメリカがアフガニスタンから撤退した際にも大きく響いていますが、20年間の流血を目の当たりにし、生き残った犠牲者たちを悩ませ続けているのです。終戦から半世紀近くが経過した今、フォンニーとフォンニャットでの虐殺の被害者たちは、ソウル政府に補償を求めており、韓国の裁判所で行われているこの種の訴訟では、初めて賠償を請求することになります。残虐な証言に衝撃を受けた韓国の議員や市民団体は、韓国軍がアメリカ軍と一緒に戦った時期に何千人もの民間人を殺したという長年の疑惑を調査するため、特別法の制定を推進しています。母、姉、弟など5人の親族を失い、自身も1968年にフォンニーで負傷したグエン・ティタンさん61歳は、韓国軍が私たちの村に来た日の悪夢から解放されたことはありませんと語り、しかし、韓国政府は一度も私たちの村を訪れたことはなく、何が起こったのかを私たちに尋ねたこともありませんでしたと続けました。韓国は32万人の軍隊を派遣し、反共産主義の十字軍と称していました。その派遣の見返りとして、アメリカからの援助を受け、国家経済の発展には貢献しましたが、その韓国軍がベトナムの民間人を大量に殺害したという噂は長く続いていたそうです。過去の軍事独裁政権の下では、この話題はタブーとされていましたが、1990年代後半に韓国で報道の自由が認められるようになると、民間人虐殺の疑惑を記事にするメディアが増えてきました。その中でも、最も記録に残っているのが、フォンニーとフォンニャットでの事件なのです。機密解除されたアメリカの文書には、アメリカ軍は虐殺が起きた数日後に何が起きたかを調査したと記述されていました。グアンナム省ディエンバンで活動していたアメリカ海兵隊と南ベトナムの民兵は、韓国海兵隊の部隊がフォンニーとフォンニャットに移動した後、発砲音を聞き、小屋が燃えるのを見ました。アメリカ軍と南ベトナム軍は、負傷して逃げ惑う村人を助けたのです。その後、彼らはフォンニーを訪れ、至近距離から頭を撃たれた子供や妊婦、まだ生きているのに胸を切り落とされた若い女性など、死体の山を発見したと文書には書かれており、アメリカの資料や最近の生存者の証言によると、70人以上の村人がこの攻撃で死亡したといいます。アメリカ海兵隊の調査官であるジョン・ M ・カンパネリ少佐は、1968年2月18日に機密解除された文書に、この事件の犠牲者は無防備な民間人であり、その大部分は女性と子供だった。彼らは命乞いをしながら殺害されたのだと書いていました。さらに、生存者や死傷者の親族をなだめるために、韓国海兵隊大隊の幹部は謝罪を申し出て、米30袋を塾長に提供したと付け加えています。1968年4月になると、アメリカ軍の調査官は、戦争犯罪が行われた可能性があると結論付け、その情報を
ベトナムの韓国軍トップであるチェミョンシン中将に伝えました。これに対して、チェ中将は、虐殺は共産主義者が図って容赦なく選んだ行為と主張しています。ところが、韓国の退役軍人の話は違っていたのです。劉氏によれば、韓国の海兵隊員は、ほんの小さな放火でも受けてしまえば、その元をたどり、たとえ非武装の民間人であっても惨殺し、すべて破壊し尽くし、敵に恐怖を与えるという常套手段がありました。劉さんが所属するキラーカンパニーと呼ばれる部隊には、この残虐性を示す任務がしばしば与えられていたと語っています。アメリカ側の資料によると、フォンニーとフォンニャットでの攻撃は、村の近くからの小規模な射撃で、韓国の海兵隊員が負傷したことから始まったとしています。第二小隊に所属していた劉さんは、自分の部隊が村々を掃討した時、検挙した村人はいたが、武装した人間は見つからなかったそうです。後方に控えていた第三小隊が、一箇所に集められた村人を虐殺したことは、中隊内でも広く知られていて、中隊長が彼らをどうするかと聞かれたとき、親指を立てて喉を切る仕草をしたと聞いていると語りました。アメリカ軍は1969年末、ランド研究所の調査の中で、韓国軍によるベトナム民間人への残虐行為の疑惑が発覚したことを受けて、事件の調査を再開しました。韓国の情報機関が海兵隊員に虐殺について質問し始めたのはこの頃で、元将校たちは2000年に韓国メディアに語っています。そして少なくとも一人の将校が劉氏と同じような証言をしたというのです。しかし、ワシントンやソウルがこの問題をさらに追及した形跡はありません。それどころか、アメリカ軍は韓国軍が行った民間人の残虐行為の証拠を隠蔽したとして、自国内の難民や学生の研究者たちから非難されました。韓国の研究者が村の生存者や目撃者へのインタビューに基づいて行ったある研究では、韓国軍が行ったとされる数十件の大量殺戮により、9000人ものベトナム民間人が死亡したと報告されています。2015年には、グエンさんともう一人の女性がベトナム人被害者として初めて韓国を訪れ、体験談を語りました。2019年には、韓国の市民団体の協力を得て、彼女と17のベトナムの村の102人が、韓国のムン・チェイン大統領に調査と謝罪を請願し、グエンさんは2020年にソウル政府を相手に訴訟を起こしました。韓国は戦時中の記録から民間人を殺害した証拠は見つからないと主張しています。弁護士が情報機関に対し、1969年に報告された海兵隊の調査結果を公開するよう求めたところ、調査が行われたかどうかについては、確認も否定もできないと拒否したそうです。2019年の請願に対し、国防省は、ベトナムが協力する準備ができていないので、疑惑を調べることはできないと回答しました。2018年にハノイを訪問したムン・チェイン大統領は、不幸な過去に対する遺憾の意を表明しましたが、ハノイが要求してきたことのない事柄なので、公式謝罪をするまでには至らず、彼の言葉は、ベトナムの被害者を和らげるものではありませんでした。グエンさんらがムン・チェイン大統領に提出した請願書には、こう書かれています。韓国の政府関係者が、私たち生存者に謝罪を求めるかどうかを尋ねたことはありません。私たちは謝罪を望んでいるのです。この話題には多くの反応がありました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。この裁判、
日本でほぼニュースになっていませんが、ものすごい圧力がかかっているのでしょうね。韓国政府は虐殺の立証が不十分と言っているようだが、お宅の国では証言が証拠となる国だよね。そもそも日本とは比較にならない。日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決してるんだから。しかも日本は高給を支払い、職業として慰安婦を募集しただけだが、彼らは民間人に暴虐を働いたわけで、問題の大きさは比較にならないと思う。絶好のチャンスだから、日本はこの問題を世界に発信して、倍返しのブーメランにしてもらいたいと思う。自分都合が優先される国家ですからね。正当性よりも自己都合が優先されるのではないでしょうか。さすが先進国ですね。反日と整合性取れなくなるもんね。そりゃ隠したいよ。日本にあれだけの大口を叩いて、謝罪と賠償を求める韓国が、どんな対応をするのか見ものですね。当然お手本として、すべての被害者に対して、納得する謝罪と賠償をするんでしょうね。慰安婦の件で、ここまで日本を貶めてきたのだし、虐殺の証拠が膨大にあり、証言者もいるのだから認めなければならない事案。きちんとした証拠が残っている戦争犯罪だし、韓国がどう対応するのか。来大犯ってベトナムではあまり問題になってないのかな。いつまでも過去を引きずるのは韓国くらいなのかな。妻がホーチミン出身のベトナム人です。全く問題になってないし、ほとんどの人が知らないそうです。ベトナムは韓国資本で溢れた国なので、経済協力優先のために、この問題を過去数十年にわたり言論統制で隠蔽してますからね。証言台に立つ元軍人の身を案じるって、韓国はどれだけ治安が悪いの？韓国ではこの問題はタブー視、封印されている事実であり、ほとんどの韓国民は知らない歴史の暗部です。韓国は日本に対して慰安婦等の被害者面していますが、韓国軍によるベトナム戦時中の民間人虐殺問題はどう説明するのでしょう。被害者面する前に自国にも来大犯の母子像を建てたらどうですか？虐殺は韓国軍に扮した南ベトナム解放民族戦線が起こした可能性がある。なんともすごい言い訳で言葉にならない。それなら自作自演でどこでも戦争、紛争が始められることになるぞ。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。韓国は誠意ある謝罪と賠償をしてほしいと思う人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。